こんにちは。インポートニットブランドプモアです。今回は少し編み始めていますけれども、この内藤商事さんのニット用のバック底36ケツの、底板を使って、作品を編んでいます。で、糸はこちらのソウという、糸なんですけれども、新発売される糸です。コットン 100%、52メートル 50g の結構太めの糸になります。で、針の水晶はこんな感じですけれども、あえてすごく甘寄りの糸になってますので、ぎゅうぎゅう編むのではなくて、少し細めの針5号で、今回は編んでいます。で、モチーフ少し編み始めているんですけれども、今回のモチーフのこの数から計算して、この36ケツ、36穴が36個開いてるんですけども、それの各穴に2つずつ編んでいくと全部で72目になりますね。それを4箇所全部で68目にしたいので、このこことここで対象にこちらとこちらに1目ずつ入れて、あとは全部2目ずつの細編みをして目を編んでいます。で、ちょっと細編みの編み方だけ、この甘寄りの糸を割らずにきれいに編みつけるのはどうするかと言いますと、ちょっとご説明していきますね。この甘寄りってなんとなくギュッと引っ張りたくなるんですけれども、引っ張ると引っ張るだけ割れてきますので、穴に入れますね。で、シュシュシュッと出してきて、こんな感じで入れて出してきて、シュシュシュッとある程度こうふんわりで、ここ1目ですね。こちらとこちら対象に1目ずつ入れます。で、ぎゅっと引っ張ってしまわないで、ふわんと出してきて、緩みをある程度持たせながら編んでいくと、この甘寄りの糸というのはあまり割らずに、糸を割ることなく編み進められます。こんな感じで、このシュシュシュのこの、作業がとっても役に立つ気がします。こんな感じで。で、最後、この編み始め1つでスタートしていますので、最後にもう1つ入れて、そしてこの1目目の頭のところに引き抜きをしていきます。で、模様編みをこのままスタートしていきます。模様編みは長編みのテクニックを使っていきます。なので、3目鎖立ち上がりです。ここもギュッギュッ引っ張りすぎないように気をつけてください。で、この、最初に引き抜きをしました。引き抜きをしたところに、もう一つ長編みを編んでおきます。なので、1目から2つ長編みが出ているようなイメージです。で、次の目ですね。次の目にも長編みを2本です。同じ目から長編みを2本。で、それを1、2、3セットします。3組。甘寄りの糸はなので、細めの針でふんわり編むのがポイントだと思います。で、次からは1つ飛ばして長編みを1目に1本入れます。で、それを5回繰り返します。飛ばして長編み1本。飛ばして長編み1本。飛ばして長編み1本。で、ここちょっとカーブになってるので、きっとひっくり返すと、1、2、3、4、もうあと1本ですね。1つ飛ばして、1つ飛ばして、長編みを1個編み入れます。そして次からは1目飛ばして、その次の目から1、2、3、4、5、6、
6箇所に長編みを2本ずつ入れていきます。1、2、3、4、5。で、6ですね。なので、これ2個ずつギュッと入っていくので、ちょっとこう波打つんですけども、それで模様が出来上がっていきます。こんな感じで扇のような、広い扇のようになってます。なので、ここで飛ばしたのでギュッと縮まって、ここで増やしてる感じなので、山形、谷があって山があってという形のモチーフになっていきます。で、先ほどのまたこの1個飛ばして長編み1本をここに同じように編んでいきます。1つ飛ばして長編みが1、1つ飛ばして長編みが1。糸を引っ張りすぎないように気をつけてください。3、飛ばして4、飛ばして5。で、飛ばしてここから1、2、3、4、5、6、6目分長編み2本ずつ編んでいきます。これの繰り返しになります。17目ワンセットになっていきます。こんな感じで1、2、3、4、1、2ですね。3、4、で5。で6です。でまた1つ飛ばして長編み1本を5本して、でこちら側と同じように、6目分長編みを2本ずつ入れて、また1本飛ばしの長編みを5つ編んで、で6目分この長編み2本入れるので、それのうちの3つをここに編んだので3つ作って1つのこの大きな扇を作ります。なのでこの辺りまで編み進めていこうと思います。長編み5本分を12345編みました。この目が入っている次を飛ばして1つ2つ3つ、そこに長編みを2本ずつ編んでいって1段目を終えることになります。1つ2つで3つ。で毎回この同じ模様を編んでいくのではなくて、今これ帰ってきましたので、この2つ入ってます右側の立ち上がりの鎖123目目のところで、いつもですとこんな感じで引き抜きするんですけど、目をこの V になってる目をすくって、そこに針を入れてもらって、ちょっとギュッとこう空間を確保しながら糸を出してきます。で引き抜きではなくて、ちょっとゆったりめに出して、そこを細編みしていきます。でこの細編みした目のところ、V になってますね。でこの V をまたそっくり2本
すくいます。でここからは引き抜きしていきます。で今引き抜きしました。この2つの目をすくって引き抜きしましたけど、それのさらにまた奥側だけ1本すくってまた引き抜きをしておきます。で今このすくった奥側の目にマーカーを必ずこれはつけておいてください。なので1つの目に針を入れて2回引き抜きをするようなイメージになります。1回出してきて、で今この目糸入ってますね。その目の奥側 V の奥側にもう一度針を入れて引き抜いてきます。この目に針を入れて引き抜きます。で目が入ってます。その目の奥側にもう一度針を入れて引き抜きをします。なのでこんな感じで少しこうギザギザの模様が出来上がっていきます。で一段これを入れて、でまた同じこの、長編みの模様を編んでいくことになります。でこう見ていくとちょっと分かりづらくなるかもしれないので、必ずこの目を上から見て、でこの目が入っている奥側にもう一度針を入れて引き抜き、で今この目に入ってますので、その次ですねに針を入れて、で奥側をすくって、こんな感じで一周編んでいきます。ちょっと立体的になっていくと思います。ぐるっと一周、一つの目に2つの引き抜きをして編み進めていきました。でこれが最後の目になります。そうしましたら次はこのマーカーをつけているところに引き抜きを一旦しておいて、そしてこの1周目、中長編み2本を3つ、中長編み1本を5つ、中長編み2本を6つというふうに編んできた模様編みをまた同じようにここからスタートさせていきます。で立ち上がりは123つです。でこの3つ目のところの V の目にマーカーをつけておきます。そして最初は、ここですね、長編み鎖の立ち上がりと同じ目に長編み編んでます。それと同じように鎖3つと同じこの最初のここにマーカーついてましたけど、ここのマーカーついていたところにもう1本長編みを、1つですね、長編みを編んで立ち上がりと長編みで2本作ったことになります。で次どこに目を編んでいくかと言いますと、ちょっとこう裏返してみると、ここにこの2本こうなっていますね、毎回。その2本横に2本をつなげているこう目があると思います。ここで、そこに針を入れて、そこに目を編んでいくことになります。長編みを2本編んで、次のこの2本と2本の間、2本と2本の間ですね。今ここに編んだので次ここになります。そこに針を入れて、長編み2本1セットを最初から数えて1、2、3というふうに編んできます。で次は、1目飛ばした長編みを1、2、3、4、5本編みましたので、同じようにこれ1つ飛ばして、その次から長編みを1本、
そしてその次を飛ばして長編みの2本目、そしてまたその次を飛ばして長編みの3本目、その今この目がここに目が入ってますけども、その次を飛ばして5本目、これちょっとカーブしてるとこなので、この目の頭があまり緩みすぎないようにだけ気をつけてふんわり編んでください。これで1つ2つ3つ、1、2、3、4本目でしたね。もう1本です。なので次のこの目を飛ばしてここですねに5本目の長編みを編みます。でここでぐっと縮むので次で目を増やすという感じになります。なので次の今この目が入っている、こう見る方が分かりやすいかな。今この目が入っている隣を飛ばしてここですね。飛ばしてここから、1つに2つの長編みを編んでいく。それを6回繰り返します。1回ここは1目飛ばさずお隣の目を編んでいきます。1、2、3、で4で5そして6つ目ですね。扇、大きな扇のようなモチーフができてきます。で長編み1目に長編みを2本入れたらここからスタートですね。1、2、1、2、3、4、5、6、6つ編みました。そして次1つ飛ばして1目に1本の長編みを編み入れるのを5回編んでいきます。1回次を飛ばして2、次を飛ばして3、次を飛ばして4、次を飛ばして5というふうに編んでいきます。で次また1つ飛ばしてから1つの目に長編みを2本編み入れるのを6回繰り返していきます。でこれの繰り返しです。これを編んでこれを編んで、で最初はこの6つ編むうちの3本を編んだので最後3つに2本ずつ入れて、そしてまたここに、針を入れて細編みをして、このフリルのような2度引き抜くこんな感じで立体的にしていく引き抜き編みをしていくことになります。頑張ってバック本体を編み進めていきます。編み始めから10段の長編み段を編んで、そして頭のところ2目の引き抜き編みを、終えたところです。で次また編んでいくんですけれども、もういよいよ最終段になりますので、最終段はちょっと編み方を変えていくことになります。とりあえず引き抜きをします。でここ結構深い V になってるので、これをここのところから持ち手を作っていこうと思うので、このちょっと谷と山のこの高さをちょっと調整していこうと思います。で今引き抜きをしました。
で、長編みを編んでたところには細編みを編んでいくことにします。なので1つ目数は一緒です。2つ長編みをしていたのを、1つ、細編みなので立ち上がりしますけれども、目数には数えないので、この最初のところに2目の細編みで、長編みの代わりに細編みを2つ、1つの目に細編みを2つで、最初この立ち上がりも含めて12345 6本の長編みを編んだので、12345目数を、合わせておきます。で、1つ飛ばして長編みは変わらず同じように編んでいきます。それを5セットをしていきます。2、1つ飛ばして3、1つ飛ばして4、1つ飛ばして5ですね。こんな感じでだいぶこの高さの違いがマシになってきます。で、次はこの長編みをしてたんですけど、長編みはせずに1目飛ばすのは飛ばして、で細編み、2本ずつ長編みを6セットで12目作りましたので、同じく細編みを1つのスペースに2つずつ入れながら細編み12個編んでいくことになります。ここが12345で、ここから1234567 8で9 10、そして11、12編んできました。そうしましたらまた1つ飛ばして長編みを5セットしていきます。で、この要領で1周編んでいこうと思います。1つ飛ばして長編み、それが5セットですね。1、2、1つ飛ばして3、1つ飛ばして4、1つ飛ばして5で、また1つ飛ばして細編みを12個編んでいくことになります。同じ要領で1周編んでいくことにします。最後の細編み2目をしました。そうしましたら次の段で持ち手を作っていくんですけれども、この、始まりの細編みの1目目のところに針を入れて、で今までと同じように細編みを1つします。で、1つの目に2回引き抜きをしていたんですけども、この段からはもう引き抜きは1回にしていきます。で、この目の奥側だけに針を入れて引き抜きをします。で、次の目も前目ではなく奥側だけに針を入れて、2目、この頭前目ではなく奥側だけをすくって引き抜き編みしていきます。で、どこから持ち手を編み出していくかと言いますと、長編みを、1、2、3、4、5本編んでいます。で、その5本のうちの1つ、2つ目のこの頭のところに引き抜きをしましたら、で、この今1本だけすくいましたけれども、ここだけはこの1本2本目の長編みの頭前目に針を入れて引き抜いておいてください。で、短めと言いますかショルダーの長さにしていこうと思うので、糸残りにもよりますけれども65目
鎖で作っていこうと思います。65目作れましたら、こちら側の12345の4本目の頭のところに引き抜きをして着地させます。で、この持ち手がねじれてないかを、必ず確認しておいてください。大丈夫です。で、反対側も同じように、で今前目引き抜きましたけれども、次からは目の奥側だけを引き抜いて、反対側も同じようにして持ち手を作っていこうと思います。一周、持ち手を作って引き抜きをしてきました。いよいよ最終段ですけれども、次は、ここの引き抜きをせずにもう次のところからスタートしていきます。この V の目があると思います。それのまた奥側だけをすくってで引き抜きしていきます。いよいよ最終段です。一つ飛ばしてで細編みしていくと自然な感じになっていきます。こんな感じで。で細編みにするとちょっと伸びがちなんですけど、これはお好みで引き抜きですとこんな感じでちょっと65目鎖作りましたけれども、心持ち紐の長さが短くなるので、お好きなイメージで糸は残ってますので、多分残っていると思いますので、お好きな方で編んでいただいたらいいんですけども、引き抜きだとこんな感じで、細編みだとこんな感じになります。全体の雰囲気からいくと、それで細編みの方がいいかな。ちょっと細編みで編んでいこうと思います。なのでこの根元の引き抜きは一つ飛ばして、持ち手は細編みしていくことにします。持ち手を細編みで進めていきます。持ち手を細編みしてきました。この目が最後の目になりますので、この目を一つ細編みをして、そしてこの引き抜きを前段しているこの目は飛ばして、その次の目からまた引き抜きをしていきます。目の右側だけをすくって引き抜きをしていくことになります。同じ要領で反対側も編み進めていきます。糸始末を終えて完成しました。今回もご視聴ありがとうございます。とても編みやすい糸でしたので、ぜひ皆さんトライなさってみてください。